吉田の火祭りとは、正式には富士吉田市で行われる鎮火祭とすすき祭りの2日間の祭りを指すのだが、本町通りで燃え盛る約100本の大松明の炎のインパクトが強すぎて、結局観光用のポスターにも吉田の火祭りという方が名前の通りがよく、正式名称の鎮火祭すすき祭りの文字は小さく下の方に書いてあったりしている。それでも大松の炎以外にも、富士山の形をしたお山みこしを地面に叩きつけたり、鳳凰のくちばしで火の見櫓のしめ縄を切って進んだり、高間ヶ原を2基のみこしが7周回るクライマックスなど、こだわりの儀式の数々も見逃せないし、金鳥居や神社境内の大鳥居の荘厳な佇まいも見る人々の心を引きつけ、この祭りは実に魅力に満ちている。大松の炎を眺め、屋台を冷やかしながら、あまり深く考えずに祭りを楽しむというのも、それはそれで悪くはない。ただ、たまにインバウンドの外国人に思ってもいない質問を投げかけられたりする。Una pregunta. Cuando pasaron con el altar, ¿el pájaro tenía que cortar la cuerda? ちょっと前は、どうして、その人はこれがあって、と聞いて、でも、あんまりわからなかったから。En la oficina de turismo nos dijeron que allí, entonces hemos pensado que igual empieza allí y va subiendo el fuego hasta el templo, pero eso no lo sabemos. Puede ser. Eso no lo sabemos. Porque tampoco hablaban inglés en la oficina de turismo. Bueno, voy a preguntar. そしてとっさの答えに窮してしまうことも少なくない。そんな時、自分は自国の文化に対する無知を痛感させられるのだ。幸いこの時代、ウェブ検索やチャット GPT などの AI を駆使することで、知らなかったいわれや歴史、起源なんかは簡単に調べることができるようになった。答えられなかったことは、その場でスマホで調べたり、持ち帰って家のパソコンでじっくり深掘りすることができるのは、とてもありがたい。富士吉田市の象徴ともいえる金鳥居。しめ縄で強固な結界が張られて邪気を遮断している。唐の国由来の聖堂でできていることから、唐金鳥居と呼ばれていたものがなまって金鳥居になったとされる。吉田口登山道の初めの門であるため、一の鳥居とも呼ばれている。日中は信号待ちの車と俗っぽい薬屋の看板で、さほど神聖さは感じられないかもしれないが、早朝に来てカメラアングルを工夫すれば荘厳な写真が撮れる。吉田の火祭りというのは、富士吉田市全体の祭りというわけではなく、上吉田の祭りである。そもそも富士吉田市というのは3つの町、富士上吉田町と下吉田町と明日美町が1951年に合併して出来上がった。上吉田の住民は北口本宮富士浅間神社と諏訪神社の氏子だから、火祭りは上吉田の祭りだ。下吉田住民は富士山下宮御室浅間神社の氏子なので、9月19日に行われるやぶさめ祭りが下吉田の祭りとなる。忠霊塔と桜と富士山の景色で有名な荒倉富士浅間神社というのも実は下吉田にある。明日美町には北東本宮御室浅間神社という別の浅間神社がある。吉田の火祭りで高さ3メートル重さ200キロの大松明が焚き付けられるのだが、今は5、6人の職人によって準備されている。
火祭りの 1,2 ヶ月前から制作に入るそうだ。この本町通り左右の歩道に配置されているのがその大松明だ。大松明の他に木枠、白パネル、富士山の土、松明奉納者の名前が書かれた札が用意され、大松明の円錐台の頭には紙がかけられ、必ず富士山の向きに置かれる。これはご神体である富士山への敬意の他に、円錐台を逆向きに置くと、不安定でごろりと転がる可能性をなくすためというのもあるが、この方が大松明を立てやすいからという理由もあるだろう。2基の神輿が本町通りを降りていくや否や、次々と大松明を立てていくのだが、パネルを敷いて木枠を置き、富士山の土を敷き、大松明を立てて奉納者の札を立てるというのを大松明の数だけこなさなければならない。金鳥居が1の鳥居ならば、境内の入り口が2の鳥居で、3の鳥居はその先で、正式名称が富士山大鳥居、通称大鳥居といい、木造の鳥居の中では日本最大級のものだ。随神門をくぐると、北口三宮富士浅間神社の拝殿である。吉田の火祭り、鎮火祭の始まる前に、神輿を担ぐ瀬古たちが、祭りの安全を願ってお祈りをする。瀬古とは、祭りなどで神輿を担いだり出汁を引く役割の人と説明がある。パッと見では、吉田の火祭りの瀬古はいくつかある瀬古の団体に所属して、同じ法被を着てチームとして神輿を担いでいるようだ。吉田の火祭りを見るのは、今回で3年連続3回目ということなので、何チームあるのか、密かに数えていきたいと思っている。そして、吉田の火祭りで忘れてはならないのは、鈴を腰にぶら下げているこの世話人と呼ばれる人たちだ。通称世話人。正式には祭典世話人という人たちだ。世話人は神輿こそ担がないが、祭りの間は黒子に徹して神輿の準備。瀬古たちに神輿の出発を促す声かけ。神輿の護衛。ちなみに夜は提灯を掲げているので、誰が世話人なのか分かりやすい。大松明の着火など重要な進行役として活動し、町を代表し神社の奉仕役として下働きを務めるのだ。任期は1年で20歳以上、厄年42歳以下で、いわゆる上吉田在住の既婚者という条件を満たす男子が務めることになっている。通常、前の年の世話人たちによって次の年の世話人がリクルートされる。毎年最低12人が選出される。12人というのは、思うに、祭りの間、明神神輿とお山神輿の2基を警護していくフォーメーションに起因するのではないかと思う。吉田の火祭りの神輿は、神輿の左右両方に、前、中、後ろに1人ずつ3人、左右合計6人で囲みながら進むフォーメーションなのである。神輿が2基だから、12人の世話人が最低でも必要というわけである。ただ、
実は12人でもこの吉田の火祭りを進めるのには全然足りないので、前の年の世話人もやはりお揃いの法被をまとい、鈴をつけて今年の世話人を補佐する。このような前年の世話人を旧世話または後役という。さらに前々年の世話人を後々役と言ったりするそうだ。ただし後々役の世話人はその年の世話人の法被を着ていないので見分けがつきにくい。2025年の世話人の法被は紫であるが、2024年の世話人の法被は緑色だった。2023年の世話人の法被の色は濃紺、ネイビーブルーに近い色だった。祭りではまず今年の世話人が境内にやってきて、北口本宮浅間神社、その後諏訪神社にお参りをする。少し遅れて前の年の世話人、いわゆる後役が緑の法被に身を包んで浅間神社、諏訪神社にお参りをする。補佐に回る後役たちにも独特な緊張感が漂う。祭りの裏方とはいえ、一生に一度の名誉職の晴れ舞台なので、世話人は特に女性からの絶大な人気を誇っている。この漢字が読めれば漢字検定1級レベルだという。正解は担ぐと読むのだ。音読みではよ、さらに乗り物を意味する車という字を加えると、みこしの腰という字が出来上がる。音読みもよである。角川新次元には担ぐという文字からの形成文字なので、みこしの腰の音読みもよと読むと書いてある。だから出発するみこしを初よ、到着するみこしを着よというわけだ。まあしかし不思議なことに、みこしの腰という漢字自体がもう象形文字かと思わせるほど実物に物理的に似ている気がする。そうこうするうち、みこしの担ぎ手たちせこの会が到着し始めた。14の男衆、上から昨夜会、法王会、虹の会、これは修行会と読むんだろうか。読み方に自信はない。北口押し会、北口むつみ会、霊宝会、下が霹靂会、紫新会、横平会という読みでいいのだろうか。ちょっとわからない。せこではないのだが、富士吉田市消防団、大和会、天照会、天正会と読むのかもしれない。希望会、ここから4つのグループはお山みこしの前棒と後棒になっている。前棒右を担ぐのは流星むつみ会、前棒左は響き会、
後棒右が喜山会、後棒左は富士山会。吉田の火祭りは奥の明神型の神輿、いわゆる明神神輿と手前富士山をかたどったお山神輿の2基の神輿が担がれる。ちなみに神輿は1基2基と数える。山車のように車がついて引いていくものは台、1台2台。お山神輿は御影と呼ばれることもあるが、富士山の神々しいシルエットを見たら、なるほど御影と呼ぶのにふさわしいと納得する。明神神輿には浅間神社からは御神霊が3柱、諏訪神社からは御神霊が2柱、つまり2つ遷御という儀式を執り行って神輿に分身が乗るとされている。ここで言う柱は神様の数え方の単位だ。木に神が宿る御神木を崇めたことに由来するらしい。ちなみに浅間神社拝殿の両脇にそびえる大木はいずれも樹齢1000年を超える杉とヒノキの御神木だ。境内では笹市酒造が試飲販売会をやっていた。甲州街道沿いに本社がある。いただいていいですか？飲めるようにしたらぜひぜひ。はい、山梨県内だと1軒しか扱いがないんです。今飲んでるやつはどっちなんでしょう？段の純米ってやつ。ちょっとまたこれランクが高いです。今召し上がってもらってるのはこの純米です。さすがにうまいですね。いっぱい飲んでる。当時なんで。ああ、そうなんですか。もし聞きたいことあれば。4時頃から参道の灯籠に火を灯し始める。雅楽の開始とともに放線の儀式が始まる。そこでは脱帽抵当、帽子を取り頭を垂れる。絹垣または金貝と言われる白い布で覆って移動するのだ。足から判断して絹垣の中は2名いるようだ。先ほど見た富士公のように腰に乗せて2人で担いでいるのかもしれない。おーというのは警筆。高貴な方が通るという先払いの声だ。浅間神社の御神霊はこの花咲夜姫、そして夫の新木、さらに咲夜姫の父大山積の神々合計3柱だ。浅間神社の御霊を諏訪神社の本殿へお移しする儀式が放線。諏訪神社の祭神は主祭神の武見中田、その置先の八坂留の2柱である。明神神輿には合計5柱の御霊がお移りになるということだ。会の名前になるんですか？いや、これは違います。浅間神社。でこっち瀬古じゃないですか。はい、貝はこっちに入ってます。法被の表ではなく、法被の内側に貝の名前をつけていた。ああ、なんて読むんですよ、それ。これ希望貝です。希望貝です。ああ。って読みます。奥ゆかしいですね。2年前の2023年の吉田の火祭りを撮影した動画に、提灯を担いでいた世話人がこの人に激似であることにふと気づいたのはもう少し後のことであった。とすると
今年は後々役として希望会に入って世話人を補佐しているのだろうか。これは何でいいの？14の男衆。男衆、14の男衆っていうか名前ですね。世話人が14人いたので、14人の男衆。あシンプルに。マークが。これもこれは自分たちで考えて。考えて。小山風来るんですか？小山の方ですか？向こう側の。両方です。20ぐらいあるんですかね、これ。いや、もっと多分ある。これは駅霊会って読むんでいいですか？そうです。駅霊会。かっこいいですか？いいですね。小山の方ですか？向こうの方ですか？小山の方。諏訪本殿から浅間神社と諏訪神社の御霊が明神神輿に移ることを宝泉と区別して遷御とこの祭りでは呼んでいる。遷御の儀式にも再び白い絹垣が登場し明神神輿を覆う。そして景筆が響き渡る。五柱の御霊を乗せ、まず明神神輿が担ぎ出される。拝殿の柱に神輿の屋根の鳳凰が当たらないように身をかがめながらなのでかなり力がいる。ここが見せ場でもある。この時点では鳳凰は本殿の方を向いているので明神神輿は後ろ向きに進んでいることになる。次はお山神輿の番だ。ここで補佐役である旧世話人後役の仕事の一つが神輿を乗せていた馬の出し入れということが判明した。左前棒は響会、右前棒は流星睦み会、左後棒が富士山会、右後棒が喜山会と霊峰会、霹霊会がいつでも行けるようにスタンバイというフォーメーションが見て取れる。諏訪神社を一旦出た2基の神輿は境内の御神木を中心とした高間の原に移動して神事を行う。これが初夜祭である。いよいよ神輿が氏子町会の渡御に入る。簡単に整理すると、神社本殿から神様の御霊が移る。移る御霊だから、遷御。その御霊を乗せた神輿が本殿を出発して、氏子の町を渡っていく。渡る御霊だから、渡御。次の日、お旅所を出発。
氏子の町を渡っていき、最後は本殿に帰る。帰る御霊だから、官魚。御霊を乗せた神輿が市中を回る日を神幸祭と言い、神社本殿に戻ってくる日を観光祭という。ここで後役は神事の聖域で血でのついた縄を締めたり解いたりするという仕事もあることが判明した。現時点でわかる範囲では、明神神輿を担いでいる勢子の会は次の通りだ。そして現時点でのお山神輿を担いでいる勢子の会はこちら。さっき話していた希望会の人だ。ここで後々役、つまり2年前の旧世話人出身で後役を指導しているのではないか説が正しいことが立証された。大松明はお山神輿が通った後1分以内に建てられる。動画を編集していて気づいたのだが、この人物、やはり2年前の2023年撮った動画に登場しているではないか。濃紺の法被が世話人の年は2023年で、紛れもなく2年前の世話人だったことがわかる。そもそも裏方で走り回ることが多い世話人が歩行者にぶつからないよう注意喚起を促すための鈴と同じ鈴をつけている彼らは勢子の法被をまといつつも陰ながら任務を遂行している元世話人と考える方が普通だ。ちなみにちょい富士山というのはもう少し富士山方向に倒せという意味の不調だ。ここで渡御の行列の順番について深掘りしていこう。先陣を切るのは梅雨払いとして木偏に神と書いて榊と言いたいところだが、この地では榊が育たないのでそよ語で代用していると神職さんが教えてくれた。2番目が御神饌の箱。御神饌とは神様に献上するお食事のことだ。3番目は位の高い神職。その後が太鼓。太鼓は白袴の神職が2人で交代しながら打つ。その後が神職でも浅黄色の袴を履いた3級の神職たち。そして明神神輿、お山神輿と続く。境内を抜け
2の鳥居を通ったみこし2機は、まず右へ進む。信号まで行ったら、今度は川口湖方面に、上宿交差点まで進む。ここでお山みこしを地面に激しく叩きつける儀式が行われる。その後、富士道を下り、お旅所に向かうので、火祭りの鎮火祭だけ見る人は、絶対見逃してはいけない。お山みこしは緑の法被を着た後役の用意する4つの樽の上に乗せられる。がっちりとした樽だから後役4人がかりで担ぎ棒の下に潜り込んでセットするのだ。先ほどの後々役がみこしの下ろす位置をチェックしている。ここで言う山中というのは山中湖の方向にずらせという符丁だ。みこしは正確に通りのど真ん中に下ろさなければならないようだ。右左前後ろを使うと誰にとっての右左なのかわからないので方向で言うのだ。富士山が南、山中が東、川口が西、北は上吉田とかいうのである。粘れとはみこしを少しの間低い位置で保持しろということのようだ。2機のみこしは6時半にお旅所に到着する予定で、まだ時間があるからお旅所の様子を見に来てみた。日の宮蔵の前にはカメラマンの集団が待ち構えている。この鉄柱にかけられたしめ縄を明神みこしの屋根の鳳凰のくちばしで切ってお旅所に到着する儀式の撮影を狙っているのだ。代々神楽の舞台が用意されている。右に明神みこし、左にお山みこしが置かれる。みこしが本町通りを下り始めた。3年間続けて見てきて、今回初めてこの時間帯に富士山のシルエットが見えた。やはり神々しく壮観なシーンだ。お山みこしが御影と呼ばれるゆえんを強く感じる瞬間だ。
神輿がお旅所に入るや否や、お旅所より先の大松明も神輿を担いでいなかった瀬古たちによって建てられていく。ここで2023年に芽生えたある疑問が湧き上がってくる。大松明はどの順番で火がつけられていくのか。そして正確に何本あるのか。大松明の撮影のベストポジションはどこか。すいません、松明っていうのはお寺っていうか神社からバーッと下の方に行くのか、下から上に行くの。一つ真ん中、お旅所っていうところが真ん中にあるの。はい。そこから上下に上に分かる。上下に、なるほどなるほど。2年前最初の年はこの説明を聞いて、お旅所を中心に焚き付けが広がっていくのかと思い、お旅所のところでカメラを構えていた。しかし実際は、お旅所から提灯を掲げた世話人4人が坂下へと降りていき、8人が坂上へと登っていく。吉田の火祭りの大松明の正確な数はどこの資料にも出てなく、80本以上とか100本以上とか曖昧かつばらつきのある数字での説明しかない。そこで神社境内の大鳥居から数えてみると、神社の参道に10本、上宿交差点から金鳥居交差点まで86本、赤富士通りに7本、金鳥居から中曽根交差点まで13本、数え間違いがなければ全部で116本ということになる。これは個人の井桁松明は除いた数だ。順番はどうか。世話人はお旅所から上に8人、下に4人に分かれる。上8人は浅間神社の境内の松明と上町に火をつけていく。そして確信はないが、大松明の点火はこのように広がっている気がする。過去の経験上、お旅所の日の宮蔵前と金鳥居の交差点の大松明が特に点火が遅いという印象を持っていた。今回は金鳥居をバックに大松明の点火を見届けようと思っている。まあ皆考えることは同じだ。上吉田のシンボルの金鳥居をバックに最後の松明の点火の絵を撮影したいのだ。背後の赤富士通りの交通規制は6時半きっかりに始まるので、まだ車が行き来している。今瀬古がダッシュで下っていった。坂下の大松明はすでに点火が終わっている。6時45分だ。赤富士通りの交通規制が始まってからもう15分が経った。相当な人の数に膨らんでいる。ついに大松明は最後の一つを点火するだけとなった。この大松明は伝統的に山梨中央銀行の奉納で、今回その銀行の頭取が点火する。大松とは別に自宅の前で井桁松明に点火する人もいる。
118本の大松明の炎が夜の帳の降りた富士吉田の町を照らす。富士山山頂からでもこの松明の炎が見えるそうだ。一段落したところでお旅所のご神霊にご挨拶に行こう。本町通りの大松明もいいが、神社の松明も見に行こう。浅間神社の参道の松明は露店の出店が出ていない分しっとりと味わい深い。雑踏の中、私のクロスバイクと同じジャイアントのエスケープを押して歩いている自転車サークルの女子学生が交通規制された国道に感動しているのが微笑ましかった。車道ど真ん中を特にこういうところだと、でもこれ国道の真ん中だからね。もうだってないですよ、そんな一大イベントですよ。これこそ日本三大奇祭なんですよね。大松もほぼ燃え尽き、撤収作業が始まっていた。明朝には跡形もなく清掃されて神輿をお出迎えするのだ。450年の歴史を持つ吉田の火祭りだが、大松の火の粉で火事が起こったことはないそうだ。そのため松明の灰を持ち帰ると火事に合わないと信じられていると女子学生が教えてくれた。翌日、本町通りは何事もなかったかのような晴れやかなのどかな朝を静かに迎えていた。今日も天気が良く、数年ぶりに富士山がくっきり見えたまま、すすき祭りが始まるのだった。
その模様は次の動画すすき祭り編へと続く。これがヒューってこうなる。あ、チンチン似てるから。この画像をクリックしてぜひ続きを見よう。